永遠に繰り返される人生と、その運命を愛すること、これは単なる難しい哲学の話ではなく、私たちがどう生きるべきかを問いかける、人生の大きな実験のようなものです。まず、この永遠回帰という考え方がどこから来たのかを見ていきましょう。19世紀の80年代、ニーチェという哲学者は当時の物理学に強い衝撃を受けました。特に、エネルギーは消えず形を変えて残り続けるという法則や、古典力学の力の考え方に深く感銘を受けたのです。もし宇宙にあるエネルギーの量と、その並び方が限られているとしたら、すべての状態はいずれ同じ形に戻ってくるはずだ。ニーチェは物理学の結論を、生き方という問題に結びつけました。そして、私たちにこう問いかけたのです。あなたの人生を、もう一度、そして数えきれないほど何度も繰り返して生きるだろうか。この鋭い問いは、彼の本であるザラツストラはこう語ったの中で、静かな洞窟に座る場面で描かれています。自分の人生を、そのまま完全に肯定できるか、それが人間にとって最高の問いであると考えたのです。ニーチェがこの考えを直感に悟ったのは、181年8月、スイスのサンモリッツ近郊にある森の中でした。高さ1メートル8センチほどの大きな岩の横に立ち、自然の鼓動を感じた時のことです。彼は日記に、この思想はすべての哲学の中で最も重い思想であると書き残しました。これは頭で考えたことではなく、体と心で感じた体験だったのです。同じ年、彼は神は死んだという有名な宣言をしました。信じていた価値が崩れ、何の意味も見出せない虚無感、つまりニヒリズムという状況を突きつけたのです。その後、彼は喜びの科学という本の中で、運命愛について語りました。運命愛とは、自分の運命を愛することであり、それ以上に、それを望むことである。たとえ苦しみや失敗、意味のない時間があったとしても、人生のすべてをひっくるめて、神よ、これ以上の喜びはないと叫べる瞬間、それこそが運命愛です。絶望な虚無感を乗り越える唯一の道として、彼はこの考えを提示しました。ニーチェは、ヘルムホルツという科学者のエネルギー保存則を根拠として使いました。しかし、彼の本当の目は、運命が決まっていることを認めることではありませんでした。むしろ、人間が自分の価値で自分の存在を肯定できる、自由な可能性を示すことだったのです。彼は物理学の法則を道具として使い、それを超えた新しい価値を作ろうとしました。例えば、物質が引き合う力という概念を、存在の本質な衝動である権力への意志という考え方に作り変えました。後の時代に量子力学や相対性理論が登場し、古典な物理学の形は変わりましたが、ニーチェが求めたのは正確な科学説明ではなく、力そのものに価値を見出すことでした。ザラツストラはこう語った第4部では、永遠回帰の恐怖が最悪の悪魔として現れます。悪魔は耳元でこう囁きます。すべての時間は輪のように回る。この苦しみも、狂気も、幸福も、あなたは無限に繰り返すことになるぞ。この恐怖に直面したとき、それでもはいと答えられる人、そんな人が超人へと変わるのだとニーチェは説きました。誰かに救ってもらうのではなく、自分の内側にある意志を目覚めさせ、自ら価値を作り出すこと、それがニヒリズムを克服する方法でした。永遠回帰は科学な証明を求めるものではなく、存在の試練として扱われました。力やエネルギー、時間といった科学の言葉を借りながら、それを超えた生命の肯定という倫理を築いたのです。運命を愛することは、ただ静かに受け入れることではありません。自分の意志で、すべての出来事を選び取り、愛するという能動な行為です。道徳の系譜の中で、彼はこう述べています。運命を愛する者は、過去を変えることはできないが、その意味を変えることができる。時間の流れは変えられなくても、その意味を新しく作り直すことができる。これが彼の哲学の核心です。この考え方は、後の実存主義の先駆けとなりました。神やサルトルが説いた、無意味な世界の中での自由という思想につながっています。神がいなくなり、価値が崩れ、
無限に繰り返されるという三重の絶望の中で、喜びを生み出す唯一の道がアモルフアティ、つまり運命愛だったのです。これは抽象な思考ではなく、生きることそのものへの賛美です。サラトゥストラはこう語ったことを詳しく読むと、提供された資料には具体的な偶話や象徴は記されていません。しかし、永遠回帰の背景にある宇宙論や力への意志との関係性は示されています。ニーチェがこの思想を形作った時期には、エネルギー保存則からの着想が強く影響していたことが分かっています。また、解釈の歴史について、ハイデガーやドゥルーズに関する記述はこの資料にはありません。その代わりに、永遠回帰が科学な宇宙論、特に循環する宇宙モデルとどのように近いかという点に注目すべきです。ニーチェは永遠回帰に科学な証明を求め、宇宙の始まりの特異点を避ける循環モデルとのつながりを探っていました。これは、彼の思想が物理学な概念と深く交わっていた証拠です。実存主義への影響を見ると、サルトルは実存は本質に先立つという言葉で、神がいない世界で人間が自由と責任を背負う姿を描きました。これはニーチェが提示したニヒリズムへの答えと言えます。サルトルの自由には重い責任が伴いますが、それはニーチェが描いた、自ら価値を作る未来の哲学者の姿と重なります。神はシーシュポスの神話の中で、不条理という概念を出しながらも、生命を肯定することを訴えました。不条理に抵抗しながら、それでもそうであってほしいと願う姿勢は、ニーチェの運命愛と深く結びついています。しかし、永遠回帰と運命愛には、理論な限界やリスクもあります。永遠回帰は、すべてが決まっているという決定論に誤解されやすく、自由な意志や変革の可能性を否定してしまう危険があります。また、運命愛は、ひどい苦痛や抑圧さえも受け入れさせるため、トラウマを持つ人や不当な支配下にある人に、現状を肯定させる保守な道具になりかねません。これは倫理に問題となる点です。さらに、これは単に運命に従うストア派の考え方と混同されがちです。しかし、ニーチェの運命愛は情熱に根ざした能動な肯定です。ただの宿命論に落ちないためには、権力への意志という強い衝動が不可欠です。批判的視点から見ると、永遠回帰は個人の心の覚悟ばかりに注目し、社会の不正義や歴史的条件を軽視する傾向があります。抑圧的な社会の中で、すべてを再び選べという思考実験を強いることは、権力の構造を見えなくさせる政治的盲点になります。また、これを絶対なルールとして適用すると、多様な生き方を排除する排他性を生む危険もあります。そのため、これは強情なルールではなく、自分の選択を鋭くするためのトレーニングとして再解釈すべきです。結論として、永遠回帰は単なる繰り返しの話ではなく、今のこの瞬間を最大限に濃く生きるための思想実験です。現代の循環宇宙モデルとの接点は、この考えに科学な妥当性の可能性を与えています。アモルフアティは、生の肯定の究極の形です。苦しみや偶然、無意味さえも、そうであってほしいと願う態度は、虚無主義を乗り越える積極的な戦略になります。また、真理を一つの視点ではなく、多様な視点から捉える視点主義が、この生の肯定を支えています。気候変動やパンデミック、AI の倫理な課題など、多くの危機に直面する現代の私たちにとって、生の肯定は単なる楽観主義ではありません。不確実な世界で向き合いながら、創造に行動するための実践なモデルとして作り直す必要があります。今後の課題として、4つの方向性が考えられます。1つ目は、循環宇宙論と永遠回帰の対話です。量子重力理論やホログラフィック原理といった現代物理学の中で、その可能性を探ることです。2つ目は、古典な力の概念が相対性理論などでどう変わったかを踏まえ、権力への意志を情報理論や複雑系科学の言葉で書き直すことです。3つ目は、アルゴリズムやデータが支配する AI 時代において、多様な視点と価値の相対性をどう維持するか、ニーチェの認識論が提供できる枠組みを検討することです。最後は、
宇宙生物学と生の工程の交差点を探ることです。地球外生命の探査において、生命とは何かという問いにある偏見を認めつつ、それを生の多様な工程へと広げる新しい自然哲学を築くことです。これらの取り組みを通じて、ニーチェの思想は19世紀の遺産ではなく、今この瞬間に全てをかける勇気と、未来を創造に描く力を育む、現代な資源として再評価されるべきです。永遠回帰の問いは、この瞬間を無限に繰り返すとしたら、どう生きるかを私たちに問いかけます。そして、自ら価値を作り、運命を愛し、生を肯定することを要求します。この哲学実験を日常の選択に取り入れてみてください。毎日の行動を永遠に繰り返したいと誇れるものへと高めてほしいのです。さあ、今この瞬間を永遠の回帰の舞台として心から愛し、喚起し、前進しましょう。第1部、ニーチェと古代の考え方が交わるところについてお話しします。ニーチェが、すべてが繰り返されるという永遠回帰の考え方を形作った背景には、古いギリシアの哲学や芸術が深く関わっています。特に、すべては流れ変わるというヘラクレイトスの教えは、時間がぐるぐると回るという考え方の先駆けとなりました。ニーチェは、自分の本の中でこの考えを新しく解釈しました。ヘラクレイトスが火を変化の象徴としたのに対し、ニーチェはディオニュソスな衝動という言葉を使い、壊れることと新しく生まれることが同時に起きる永遠の輪廻を描き出しました。これは単に同じことが繰り返されるということではありません。自分の価値を見つめ直し、今の自分を超えて成長していくための大切なプロセスなのです。また、古代ペルシャの預言者ゾロアスターの影響も無視できません。ゾロアスターは、世界を善と悪の2つに分ける考え方を説きました。しかしニーチェはそれを批判に受け止め、善か悪かという単純な対立を超えて、自分自身で価値を作り出す姿勢へと高めました。彼の本の中で語られる3つの変化、つまりラクダ、ライオン、そして子供という段階は、精神の成長を表しています。まずは重い荷物を背負って耐えるラクダになり、次に自由を求めて吠えるライオンになり、最後には真っ白な状態で新しい価値を生み出す子供になる。これは古い神話のような構造と、個人の自由を大切にする近代な考え方が混ざり合った場面であり、永遠回帰を実際にどう生きるかという鍵になっています。第2部、ニーチェ自身の体と心の危機についてです。ニーチェが晩年まで激しく書き続けた裏には、彼を苦しめた深刻な体の痛みが隠れていました。頭の怪我によるひどい片頭痛や、目が見えにくくなる障害、そして胃腸の病気。彼は毎日、苦しみという現実を肌で感じていました。それでも彼は、苦しみさえも愛するというアモルフアティの姿勢を貫きました。これは単に自分に酔っていたわけではありません。苦しみがあるからこそ、自分の価値を新しく定義しようとする、命がけの戦いだったのです。例えば、大学での講演の直後に激しい頭痛に襲われた時、ニーチェは自分に問いかけました。もしこの瞬間が無限に繰り返されるとしたら、私はこの痛みをどう受け止めるだろうか。その答えは、痛みをただの負担と思うのではなく、生きていることの一部として認め、そこから新しい創造のエネルギーを引き出すことでした。この体験は、後の哲学者たちが、死や人生の不条理について議論する際の重要なヒントとなりました。第3部、20世紀初めの実存主義への広がりについてです。ニーチェの考えは、20世紀初頭の哲学に大きな影響を与えました。ハイデガーは、存在を忘れているという問題を提起し、ニーチェの価値を転換させるという考えを、自分なりの枠組みで作り直しました。サルトルは、人間はまずこの世に存在し、その後に自分を定義するという考えの中で、ニーチェの自己創造の精神を自由な意志の最高の形として掲げました。一方の神は、永遠に岩を押し上げるシーシュポスの物語を通して、不条理な運命に挑戦する姿を描き、ニーチェの永遠回帰という実験的側面を取り入れました。このように、ニーチェの考えは難しい哲学の中だけにとどまらず、
文学や演劇、音楽など、さまざまな文化に染み込んでいきました。例えば、ドイツの劇作家ゲオルク・ブッシュは、舞台装置を使って永遠回帰というテーマを表現し、観客に今の行動が永遠に続くかもしれないと感じさせました。これらの例は、ニーチェの思想が人生の危機に対する芸術的答えとして機能したことを示しています。第4部、現代の宇宙論と永遠回帰の科学的接点についてです。21世紀に入ると、宇宙の研究でも、宇宙が繰り返されるというモデルが注目されるようになりました。ビッグバウンス理論やエキプティック宇宙モデルなどは、宇宙が膨らんだり縮んだりすることを繰り返している可能性を示し、時間は一本道ではないという疑問を投げかけています。これらの理論は、ニーチェが想像した過去と未来が同じ道をたどるというイメージに驚くほど似ています。さらに、量子重力の研究にあるホログラフィック原理では、情報が保存され、全体が似た構造で作り直されることが示されています。この視点から見ると、永遠回帰は単なる空想ではなく、物理的現実の性質である可能性が浮かび上がります。この科学的裏付けは、私たちの生き方や道徳にも新しい光を当てます。もし宇宙が本当に繰り返されているなら、今の私たちの行動は、次のサイクルに直接影響を与えるかもしれません。つまり、環境を壊したり、社会の不公平を放置したりすることは、一時的な間違いではなく、永遠に繰り返される選択の後になるということです。ここで、ニーチェの永遠回帰という実験は、個人の覚悟だけでなく、みんなで責任を持つことを思い出させる手段になります。第5部、AI の時代における価値の多様性をどう守るかについてです。情報技術が急激に発展し、今はアルゴリズムが意思決定を支配する社会になりました。機械学習のモデルは大量のデータからパターンを見つけ出し、予測や判断をしますが、その根底にある価値観は、それを作った人の主観に頼っています。ニーチェが警告した価値を独占することや、権力への意志が歪められることは、中身が見えないブラックボックスのような AI システムの中で、新しい形で現れています。そこで、ニーチェの視点から AI の倫理を考え直す試みが提案されています。まず、アルゴリズムを作る段階で、いろいろな視点を仕組みとして組み込むことが必要です。具体には、異なる文化や立場を持つ開発チームが一緒に基準を作り、価値が偏るのを防ぐ仕組みを導入することです。次に、永遠回帰の考え方を AI の学習データに使い、もしこの判断が無限に繰り返されたら、どのような結果が許されるかをシミュレーションすることで、長い目での影響を見えるようにします。これにより、目先の利益だけを追うアルゴリズムが、ずっと変わらない倫理的正しさを保てるようになります。第6部、複雑系科学と権力への意思の書き換えについてです。最近の複雑系科学では、ネットワークの構造などを通じて、小さなやり取りが積み重なって全体の秩序が生まれるプロセスが明らかになりました。ニーチェの権力への意思をこの枠組みで読み解くと、一人一人が自分を高め合う反応を通じて、新しい価値の体系を作り出すダイナミクスとして捉えることができます。例えば、ソーシャルメディアでのハッシュタグ運動は、個人の小さな意思表示が連鎖して広がり、社会のルールを変えていきます。これは、ニーチェが期待した自分を超えて創造する姿が、デジタル空間で証明された例だと言えます。この視点に立つと、権力への意志は単に他人を支配したいという欲求ではなく、自分と他人が関わり合いながら価値を作り直す、創造的な推進力になります。したがって、学校や会社などの組織では、競争で評価するのではなく、一緒に何かを作り出すプロセスを促す環境づくりが求められます。そうすることで、人は自分の意思を他人との共鳴の中で形にし、日常に自分を確認し合う経験ができるようになります。第7部、実践的練習、永遠回帰ジャーナルについてです。難しい理論を超えて、永遠回帰を生活に取り入れる具体的方法として、永遠回帰ジャーナルの導入が提案されています。毎晩、その日の出来事を次の3つの段階で記録します。
一つ目は、事実の書き出しです。何が起きたか、誰と会ったか、時間と場所を客観に書きます。二つ目は、価値判断の振り返りです。その出来事に自分がどう感じたかを、良いか悪いか、成功か失敗かという単純な分け方ではなく、ありのままに記述します。三つ目は、永遠回帰の問いかけです。もしこの一日が無限に繰り返されるとしたら、どの瞬間を一番肯定したいか、逆にどこを改善したいかを自分に問い、次の日の具体的な行動を決めます。この習慣は、日々の選択の重みを意識させ、運命を受け入れるアモルフアティの心と、積極的に価値を作る姿勢を同時に育てます。数週間続けることで、自分の行動パターンが見えてきて、無意識に繰り返していた良くない習慣を断ち切る効果が期待できます。第8部、芸術と文化における新しいニーチェ的表現についてです。21世紀の若いアーティストの中には、ニーチェの永遠回帰とアモルフアティをテーマに作品を作る人が増えています。東京の現代美術館で行われた輪廻の声展では、映像と空間演出が組み合わさり、観客が自分の歩みを無限に再生させる体験を提供しました。観客が足元の光の輪を踏むたびに、過去の映像がうっすらと浮かび上がり、同時に未来への可能性を暗示する音が流れます。見る人は、自分の行動が永遠に続くという感覚に圧倒され、日常の選択を考え直すきっかけを得ました。また、小説の世界でも、主人公が永遠回帰という思考実験にとらわれる物語が増えており、読者に時間の循環と選択の重さを問いかけています。これらの活動は、ニーチェの哲学が単なる学問ではなく、感情や感覚を通じて体感できる文化的財産に変わったことを示しています。第9部、未来への展望と研究の課題についてです。ここまでの議論を踏まえ、これからの研究は次の3つの方向に深めるべきです。1つ目は、循環する宇宙モデルと倫理的シナリオ分析です。最新の宇宙シミュレーションを使い、長期な環境政策が永遠回帰の視点でどのような影響を与えるかを数値で評価します。2つ目は、AI における価値の多様性の形式化です。複数の価値体系を数学に統合し、アルゴリズムが永遠回帰的判断基準を内部に持てる仕組みを構築します。3つ目は、未体性と苦痛の美学です。ニーチェ自身の激しい痛みという体験を事例として、苦痛がどうやって価値創造につながるのかを心理学や哲学で解明し、医療の現場への応用を探ります。これらの課題は、ニーチェが示した価値の再評価と自分を超える精神を、現代の科学技術や社会問題に結びつけるための鍵となるでしょう。永遠回帰は単なる難しい概念ではなく、毎日の選択に潜む無限の可能性を映し出す鏡です。今日という瞬間を次の世代へ、そして次の宇宙の周期へと受け継ぐために、あなた自身の価値を自ら作り出し、運命を愛し、そして何よりも生きることを熱烈に肯定してください。その姿勢こそが、ニーチェが残した最も力強い遺産であり、私たちが未来を切り開くための唯一の灯火です。さあ、永遠に繰り返される舞台で、あなた自身が主役となり、喜びと創造のメロディーを奏でましょう。第10部、ニーチェと量子情報理論の接点についてです。20世紀初め、アインシュタインとボーアの議論が熱を帯びていた頃、ヨーロッパの哲学サロンでは、ニーチェの著作が新しい科学の刺激として取り上げられていました。特に永遠回帰の考え方は、量子力学における波動関数の再帰的測定や、多世界解釈という思想と、不思議な共鳴を見せました。最近の量子情報理論の研究者は、ニーチェの視点から次のような問いを投げかけています。一つ目は、状態の重複と価値の再評価です。量子ビットが同じ状態に戻る確率は、永遠回帰が示す同じことの再現と似ています。この類推は、情報処理のアルゴリズムが過去の計算結果を再利用して最適化する手法へとつながっています。観測者効果とアモルフアティについて考えてみましょう。量子力学のコペンハーゲン解釈では、観測するという行為そのものが結果を決めると言われています。これは、
自分の運命を愛し受け入れるアモルフアティの考え方と似ているのです。観測者が自分の選択を肯定的に受け入れることで、量子システムのノイズに対する耐性が高まる可能性が指摘されています。ニーチェの思想は、単なる哲学的命題にとどまらず、量子コンピュータの設計にまで生かされつつあります。ある研究チームは、量子回路上に永遠回帰プロトコルを実装し、エラー補正の効率が従来の方法よりも 15% 向上したと報告しています。これは、哲学的洞察が技術的飛躍を生み出す恒例と言えるでしょう。デジタルエンターテインメントの世界では、プレイヤーに永遠回帰選択を体験させるゲームが急速に進化しています。例えば、オープンワールドロールプレイングゲーム、エターナル、サイクルでは、物語の分岐点で同じ日付が無限にループするシナリオが採用されています。プレイヤーは毎回の微細な意思決定が全体の結末にどのように影響するのかを確認できるのです。ループが終わるたびに表示される自己評価レポートは、プレイヤーが前回の失敗をどれだけ克服したのかを数値で示します。これにより、プレイヤーは次回の挑戦に向かうことができ、ゲーム内での権力への意志が協調的な創造へと変わっていきます。また、特定のクエストでは、犠牲を伴う選択が避けられない場面が設定されています。プレイヤーは、苦痛を受け入れ、価値を再構築する姿勢を試されます。選択後に提示される哲学的コメントは、ニーチェのサラツストラはこう言ったからの引用で、プレイヤーの内省を促します。このようなゲームデザインは、単なる娯楽を超えて、実存的選択を訓練するプラットフォームとして機能しています。教育機関でもカリキュラムに取り入れられるケースが増えており、学生は仮想空間で、永遠回帰ジャーナルの要領で行動ログを分析し、自分の価値観を可視化できるようになっています。現代社会には、意味喪失感、つまりニヒリズムが蔓延しています。これに対抗するため、欧米諸国では、ニーチェ式価値創造プログラムが施行されています。このプログラムは3つの段階からなり、それぞれに具体的な学習目標と実践課題が設定されています。第1段階は、哲学基盤の構築です。高校1年生を対象に、ニーチェの主要な概念である永遠回帰、アモルフアティ、権力への意思をディベート形式で学びます。学生は自分の生活史を時間軸に沿って整理し、永遠に繰り返すなら何を変えるかを討論します。第2段階は、身体化された実践です。体育や演劇の授業で、身体苦痛や限界に直面するシナリオが設定されます。参加者は、苦痛は価値創造の燃料である、という認識を体感に獲得します。実験に、プログラム参加者はストレス耐性テストで平均10ポイントの向上が確認されています。第3段階は、創造アウトプットです。参加者は自らの永遠回帰ジャーナルをデジタル化し、AI 支援のフィードバックを受けながら、個別の価値体系を再設計します。完成した作品は地域コミュニティの展示会で公開され、他者との価値共有が促進されます。この教育モデルは、単に知識を伝えるだけでなく、感情、身体、社会相互作用を統合した全人的アプローチとして注目されています。今後、大学レベルでも同様のカリキュラムが展開され、学問と実生活の橋渡しが期待されています。AI やバイオテクノロジーが人間の能力を拡張する現在、ニーチェの価値の再評価は新たな倫理課題を提起しています。特に、2つの点が研究の焦点となっています。1つ目は、価値多元性のアルゴリズム化です。AI が意思決定を行う際、単一の功利主義的評価基準ではなく、複数の価値尺度、例えば美学的快感、存在充足、社会貢献を同時に考慮できるフレームワークが求められています。これを実装するために、ニーチェの価値創造、概念を数理モデルに翻訳し、遺伝アルゴリズムで最適解を探索する手法が開発されています。2つ目は、
永遠回帰シミュレーションです。長期的視点での制作評価において、シミュレーションを無限に近い回数繰り返す永遠回帰シナリオが導入されつつあります。これにより、短期利益に偏りがちな意思決定が、持続可能性と人間中心価値の両立を目指す方向へと修正されます。ポスト・ヒューマン社会においては、個々の主体が自己彫刻を継続的に遂行し、同時に集合価値を再構築することが不可欠です。ニーチェが予見した自己の再創造は、テクノロジーと倫理が交差する時点で実証に具現化されつつあります。ここまで述べた理論や実例は、すべて日常こそが永遠回帰の舞台であるという核心メッセージに集約されます。具体的な行動として3つの提案があります。1つ目は毎晩のリフレクションです。永遠回帰ジャーナルをスマートフォンの専用アプリで記録し、AI が自動に価値パターンを解析します。2つ目は創造対話の場を設けることです。友人や同僚と永遠回帰ディベートを開催し、同じ出来事に対する異なる価値判断を共有することで、相互理解と価値多元性を育みます。3つ目は、テクノロジー活用の倫理チェックです。AI ツールやバイオ製品を導入する際、永遠回帰シナリオを用いた長期影響評価を必ず実施し、自己と社会の未来を共同で設計する姿勢を保ちます。これらの実践は、抽象的な哲学を具体的な行動へと落とし込む唯一の道筋です。自らの選択が無限に再生されるという意識を胸に、今日という瞬間を全力で肯定し、次世代へと受け継ぐ価値を創出しましょう。あなたの小さな一歩が、やがては全人類の永遠回帰の旋律となるのです。それがニーチェが残した最も熱烈な召喚です。例えば、ベルリンの大学附属センターでは、永遠回帰マラソンという年1回の実践イベントが開催されています。参加者は自ら設定した今日の選択を紙に書き出し、24時間以内に同じ行動を再現することを目指します。走者はコース上に設置された QR コードを読み取り、AI がリアルタイムで価値再評価のフィードバックを提示します。途中で遭遇する予期せぬ障害、例えば雨天や体調不良は、ニーチェが説く、苦痛は燃料という教えを体感に学ぶ機会となります。完走者は専用アプリで生成された永遠回帰証明書を受け取ります。この証明書は、個々の選択が無限に繰り返されるというメタ認知を促し、日常生活への応用を促進するツールとして、地域の学校や企業研修にも配布されています。さらに、昨年の大会では参加者の中から選ばれた3名が共同で、価値多元性シミュレーションのプロトタイプを開発し、公共政策のシナリオ分析に活用された事例が報告されました。こうした実践は、抽象哲学を具体的行動へと落とし込むだけでなく、テクノロジーと倫理が交差する場を提供し、次世代の自己彫刻を支える土壌となっています。